皆さんはじめまして、またはごきげんよう。同チャンネルの主に使える見習いメイドことゆっくりラドリーと、拙者がエクストラ枠として採用される際に担当する、ゆっくりリトルナイトでござる。今回は、前々から視聴者リクエストされてきていたバーサックデッドドラゴンを主軸とした、カラスも混ぜてる高校アンキルよりのデッキを使っていくわよ。これはまたマイナーカードでござるな。バーサークデッドドラゴンは確か、レガシーさんのカードでござったかな。特徴としては3500打点で全体攻撃が可能で、バーサークデッドドラゴンに必要なカード、デーモンとの駆け引きの条件がレベル8モンスターが墓地へ送られるだけで満たされるから、ホルスと相性が良いのでござる。しかもデーモンとの駆け引きはターン1がないから、あればあるだけバーサークデッドドラゴンを出せるのよね。まあそれで、今回バーサックデッドドラゴンを活躍させるために、デッキはレベル8とドロー札で固めて、大量ドローから1体、または複数体のバーサックデッドドラゴンを展開するためにデーモンとの駆け引きを引き込んだり、ワンキル火力を上げるためのライフハックなどを揃えていくわよ。ライフハックは最近追加された、クソデッカーに期待されているカードでござる。とまあ、一旦お話はこれくらいにして、残りをそのまま解説すると長くなっちゃうから、あとは実際の展開を見ながら理解していこうね。マイルでござる。1000のはここからよ。デュエル。手札にはまくり札のラブアゴがあることと、ドロー札やホルス書道もあるから最低限高校でも動けそうでござるな。お相手は DDD 使いのようね。全次元のエクストラを使って展開して、最終的にデスマキナや常闇の契約者などで封殺してくるのが基本ね。さてお相手は1伏せデスマキナでターンエンドで、デスマキナとかはラブアゴで処せるとして、問題は、ひとまずは初手ラブアゴでござる。やっぱりあったか常闇の契約書。常闇の契約書は確か、フィールドのモンスターを魔法罠の対象にできない上に、融合、シンクロ、エクシーズの素材にできない封殺効果でござったかな。ドローギミックで使う竹光も装備カードだから、装備で対象に取れない状態ね。とはいえ、リンク召喚の素材には何の制限もないから、ホルスから強引にアクセスするわよ。幸い他にも妨害はないから、アクセスで常闇の契約書を破壊できそうでござる。今石が魔法使い毒だから、セレネを差し挟めば一体のお得よ。親の顔より見たアクセスでござる。これで常闇の契約書を吹き飛ばせば、竹光ギミックで一気にドローを狙えるわ。黄金色の竹光は場に竹光装備カードがあれば2ドローできる。ターン1のない優秀なドローカードでござる。良好。さらにトレードインできる組み合わせに、マジシャンズソウルズまで引けたわ。魔の煉獄でさらにデッキを掘って、ここまででライフハックは来てるでござるな。あとはデーモンとの駆け引きさえ引ければ、ライフハックの攻撃力爆上げから全体攻撃で、一気にキルを取れそうね。残るドロー手段はイム石。頼む、来てくれ。さあ、勝利の方程式は全て揃ったわ。これでバーサークデッドドラゴンを出して、ライフハットで増強すれば勝ち確でござる。相手はここで心が折れてサレンダー。対戦ありがとうでござる。いやー、一気にドロー加速するのが脳汁ドバドバだったわね。運は絡むけど、噛み合うと今回のようにまくれるでござるな。まあ欲を言えば、最後までなくらせて欲しかったわね。欲張りめ。2000でもここからよ。デュエル。竹光ギミックやホルスギミックが揃っている上に、ラブアゴなんだお前。嫌な予感がするね。まずいでござるよ。手札誘発全捨て構築のせいで、先行ワンキルデッキに一切の抵抗ができないでござる。オートマトのウルガみたいな構築してるな。今回の相手のソリティアはトレジャーパンダを用いたタイプね。封印されしパーツを直接呼び出して、通常モンスターや魔法使い関連のドローソースで手札を潤し、最終的に闇の量産工場で回収して揃える、理にかなった先行ワンキルデッキだわ。冷静に解説するでないでござるよ。
功できないでござる。いや、まさか高校よりデッキの時に先行ワンキルされるとはね。交通事故にも程があるでござるよ。ひとまず、ここからはデッキについての振り返りや評価などをしていくわよ。頼むでござる。まず、このデッキにおいては明確な一枚初動はないわ。とにかく竹光ギミックやトレードイン、その他に桃の煉獄やマジシャンズソウルズ、リム石などのドローソースでパンツを引き込んで、最終的にバーサックレッドドラゴン、テンテスタック、ライフハックで高校ワンキルができたら理想的と言えるデッキね。なお成功するとは言ってない。そう、それが難しいのよね。ドローソースとワンキルパーツ、それと最低限のまくり手段以外を入れると成功率が一気に下がるから、手札誘発全般を抜いてるんだけど、そうすると相手に好き勝手展開されちゃうし、2戦目のように先行ワンキルタイプだと一方的にやられちゃうのよね。致命的すぎるでござる。それと評価としてはこんな感じなんだけど、デッキの仕上がりが無駄に高級なのよね。ほんとだ無駄に高。もともとはリクエストに応える単発デッキのはずなのに、ランクで勝つためにコストが高いカードを採用せざるを得なかったわ。とはいえ悪いところばかりではなくて、もし相手に先行を渡された場合は、ウーサとライフハックを無理なく構えることもできるのよ。あ、巷で噂の重棒が有差でござるか。確かに先行の構えとしては、相手によっては十分でござるな。そういうことだから、ある意味では先行後攻両方いけるタイプなのよね。あと他に良い点を挙げるとすれば、ドローしまくるのが脳汁ドバドバでクソ気持ちいい。勝ちかすが。まあ、とりあえずレガシーでバーサックレッドドラゴンが複数枚当たっていたら、試しに組んで回してみてね。あとは、動画概要欄に今回のデッキレシピの URL を貼ってあるから、よければそちらも見てみてね。というわけで、今回の動画としては以上よ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。もし取り上げてほしいカードやテーマがある場合は、コメントで教えてくれればいつかはリクエストに答えるつもりだから、気軽に話してほしいでござる。それではまた、別の動画でお会いしましょうね。バイバイ。ここまでのご視聴、ありがとうございました。この動画が面白い、ためになったと思ったら、動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。他にも土日に参加型といったライブ配信をしたり、このチャンネルをより楽しむためのメンバーシップコンテンツなどもあるよ。興味があれば、ぜひ体験してみてね。それでは、また次の動画で会いましょうね。バイバイ。